今回はですね、フラで膝が痛いについてお話ししたいと思います。私のね、スタジオにいらっしゃる方っていうのは、だいたいね、体が硬くってストレッチできませんとかね、あぐらで座れませんっていう方が多いんですけど、実はダンスをね、やられてる方もね、とても多いんですね。で、皆さんのね、お悩みっていうのは、膝が痛いとかね、腰が痛いっていうことが多いんですけど、特にね、フラダンスをされている皆さんは、膝がね、痛くって、大好きで踊りたいのに、続けられるかどうか不安なんですっていう方がね、結構多いんですね。で、私のね、ブログでも検索していただくね、キーワードで多いのが、フラ、膝痛いでね、結構検索していただいてるんですね。なので、今日はフラダンスがね、大好きな皆さんに、膝がね、痛くならないで楽しくね、長くダンスをね、続けられる方法についてお伝えしていきたいと思います。で、まずですね、フラダンスの動きって皆さんなんかこういうのを想像されてる方がね、すごい多いと思うんですよ。なんかこの腰をね、振ってる感じね、が多いと思うんですけど、これ本当に腰を横にこうやって振ったら、膝がね、とんでもない方向にね、動くっていうのがね、想像がね、ちょっとつくと思うんですけど、これね、膝って、ほら、こういう風にね、曲がって伸びてじゃないですか。これこう斜めにねじれたりとかってしたら膝ね痛くなっちゃいます。なので、こう横にこうやったらほら見てください。これもうね、膝から下がねじれちゃってこう膝がねじれてしまいますよね。で、このままの動きを続けていったら膝にね負荷がかかるっていうのは想像できると思います。では、フラは横にこうやって振ってんじゃないのっていうふうにね、今皆さん思った方多いと思うんですけど、これはね、こういうふうに股関節がきちんと使えればですね、股関節の中でこういうふうに膝を伸ばすときにこう吸収していくっていう、こういう動きをしながら横にステップを踏んでるっていうふうにイメージしていただくと、膝の動きはほら、ね、さっきやった動きだけですよね。横にこうねじれるっていう、こういう動きが加わっていないので、膝がね、痛くならないんですよね。で、じゃあ、どうしたらいいのかって言ったら、やっぱり、ここからちゃんとね、体が股関節から動くっていうのがね、すごく大切になってきます。で、今日はね、すごく簡単に股関節がね、動きやすくなる方法をお伝えしていきますので、ぜひね、フラダンスのレッスンの前に股関節をね、緩めて整えるっていうのをやっていただきたいと思います。はい。では実際にね、股関節を緩めていきましょう。で、まずね、こう、あぐらで座った段階で、ちょっとね、後ろにひっくり返りそうとかね、ちょっと膝が上がってしまいますっていう方はね、やっぱり股関節周りがね、固まってる方が多いので、まずね、あぐらで座りやすくなるように、股関節周りを手で緩めていきたいと思います。ね、このように手で本当にね、もみもみと緩めてください。このね、股関節の周り、こうね、もも、あとね、この、ね、お尻側もね、緩めてみてください。はい。で、こう座ってみると、ね、緩めた方は、ちょっと膝がね、こう、落ちやすくなってたり、こう、膝がこう、外に開きやすくなってるのが、わかると思います。ではね、反対側も緩めていきましょう。手で、もみもみと。股関節のね、周りを緩めます。はい。あとね、お尻側もね、緩めましょう。はい。これでね、座りやすくなったと思います。はい。で、そしたら今度は、またね、片方ずつやっていきますよ。股関節がね、ここにあると思って、ここから足を中、外に、くるんくるんと動かしてみましょう。で、これ気をつけないといけないのが、膝下だけね、こうやってやっても股関節動いてないので、ここからですね、この足の付け根からくるんくるんと動かすようにしてみましょう。でね、多分ね、股関節硬い方だとね、こう、よいしょって
お尻が一緒にね、こうやってきちゃうと思うんですけど、これだと全部ね、丸ごと動かしていることになるので、この股関節の中をね、くるんくるんとこう動かしたいので、足の力も抜いて、ブラブラとお尻をね、床につけた状態でやってみてください。はい。反対もやってみましょう。で、この時ね、足首に結構ね、力が入っちゃう方がいるので、足首のね、力は抜いて、プランプランと、そう、股関節のね、中を動かすようなつもりですね。はい、OK です。はい。これで座ってみるとね、さっきよりもあぐらでね、座りやすくなっていると思います。では、ここからね、お尻歩きをして、股関節を緩めていきたいと思います。で、お尻歩きっていう名前なんですけど、実際はね、座骨って言って、このね、骨盤の一番下にあるここの骨でね、こういう風に歩くようにしていきます。はい。では、片方のお尻を床から浮かせましょう。で、これ浮く程度でいいので、こんなにね、頑張ってあげなくて大丈夫です。反対も床から少し浮かせましょう。このままね、ゆっくり歩いてみます。で、この時に膝をね、持ち上げすぎないように、お尻がね、床から浮く程度にしましょう。はい、じゃあ頭前、後ろに倒します。はい、起きて、今度ね、骨盤を前に倒したいんですけど、前にこう倒すときに、こうなってしまうと骨盤がね、前にぐっといかないで、骨盤後傾のままね、上半身だけ前に来てしまうので、骨盤から前にね、倒すようにしましょう。はい、OK です。はい、そしたら反対。足を変えて、はい。で、またね、お尻歩きをしていきます。そうそう。で、この時にね、お尻がちょっとね、浮くぐらいで大丈夫ですよ。持ち上げすぎるとね、結局、こうやってやってしまうと、ここのね、股関節周りが硬いまま、膝だけ持ち上げてることになってしまうので、膝はね、下ろしたまま、お尻だけ持ち上げてみましょう。はい。じゃあ頭を前にして骨盤を後ろに倒します。はい。起きて、で今度ね、骨盤を前に倒します。はい。OK です。これでね、最初よりまたね、あぐらで座りやすくなった感覚がね、あると思います。で、これで一通りね、股関節を緩める動きをしたので、ぜひね、この状態で、いつものようにフラのね、ステップを踏んでみていただきたいと思います。そうすると、例えばいつもこうね、横にこうやって腰が振られているような感じがしていたのが、なんかこう、中にね、股関節の中にこう入ってくるような感じ。で、膝の動きが横にこうね、動くんではなくて、膝の動きはこういうふうに膝が曲がる、伸びるっていう感じですかね。横に移動っていうよりは、中に、股関節の中にグッグッとこう入ってくるような感じがすると、踊りやすくなると思います。で、あとね、よくフラで言われてるのが、太ももがパンパンで大変なんですっておっしゃる方がね、すごく多いんですね。で、それはやっぱりね、横に移動するっていう動きを力でやってしまうと、横にね、ぶれないように、太ももでね、こう押さえて、太ももの、ね、横側の筋肉でぐっとこう倒れないように押さえるっていうことを無意識にやっているので、太もものね、外側が固まりがちになります。あとはですね、フラでこう中腰に、ね、なる。ちょっと腰を落とした時に骨盤が後傾のまま膝を曲げると太ももにね、効いてしまうので、ぜひね、フラのレッスンの前に股関節を緩めてからステップをね、踏むようにしてみましょう。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのね、グッドボタン押してください。質問があったらぜひね、コメント欄に書いてください。ではでは。